皆さんこんにちは、ともかです。私は今ニュージーランドの首都ウェリントンに来ています。今回はウェリントンに2泊3日滞在するので、いろいろお届けできるかなとは思うんですけど、実際1日目は着いただけで、3日目は朝出発で帰るので、実質真ん中の1日だけ丸1日観光して皆さんに観光スポット、グルメと、少しでも多くの情報をお届けできればと思います。ウェリントンは、アートの街と言われていて、壁にねたくさんのアートだったりとかすごいユニークな街なんですね。でニュージーランドのロサンゼルスとも言われていて、映画の街なのでたくさんのそういうフィルム、有名なスタジオだったりとか、あとはいろいろなそういうホビットとかの撮影した場所とかが街から本当に数十分のところにあったりするので、映画好き、アート好きの人にとってはすごい楽しい街なんじゃないかなと思います。ということで、ウェリントンに行こうかなと検討している方、ぜひチェックしてみてください。ということで動画スタート。これに乗ってシティまで行きます。 AX6 分後バス8番じゃない？左側8番 AX。 あ、前に書いてあるじゃん AX。 このエアポートエクスプレスバストシティready for take off。 前回どうしたのかも覚えてない。あ、これだ AX。 あ、先にカードで P じゃない。This could be the best thing that I'll ever know. ウェリントンの街に到着です。おしゃれなバー。空港からシャトルバスというか普通のバスで11ドルで3つ目のバスで降りました。ホットワッフル美味しそう。いい匂いする。ホテルやっと到着しました。マイクロテルホテル。あ、これか。あ、ここだ。セルフチェックインだったよ。セルフチェックインってすごくない？だから安いのかな。ファーストネームともか。チェックアウトするときもここにカードキー入れてそのまま出れるスタイルなんですね。でもほら、セルフチェックインが LG でルーム G01 から G06 って書いてある。でもなんか場所なさそうだったよ。このフロアが G で、でもルームこっちって書いてあるもんね。やばー。なさそう。でこれは右だよね。でここも、ここは普通に開くの？あー、なるほどね。あ、パーキングが右で左が部屋ってこと？やばー。何ここ。あ、本当だ。 G01、G06 って書いてある。でここでタップすんの？うわ、やば。なんでこんなとこなの？ってことはまだないってことか。 G06。 あー、なるほど。これはちょっとさらに奥なの？どんだけ？開くんだここは。よいしょ。ねえ、このドアいらな。開けときてんだけど、こうやって部屋見るの怖すぎんだけど。でも部屋は広いし綺麗、普通に。でもベッドは1台、そして天井がめっちゃ高い。あれ、電気全部つけた？この部屋てか天井が高、そしてベッドの位置が高。確かに広いから、スーツケース広げられれば広げられるからいっか。あれ窓じゃん収容所みたいじゃんやばすぎ。でシャワールームこれだ。まあ綺麗だけどあれだね、跳ねらかせないね。このシャワーカーテンするしかないね。車椅子用のなんかあれだね。これがお部屋に備え付けられているシャワージェルとシャンプーとヘア&ボディ。シャンプーとヘア&ボディってシャンプーとボディって一緒なの？やば。でここにハンドソープと、あと小さいタオルと、ここにバスタオル2つと、ここにバスマット、ここに、お茶とかのセットが置いてあって、一応ポットというかちっちゃい電気ケトルもついてます。でここに、冷蔵庫があります。やっぱニュージーのホテルってどこもこのミルクついてるんだね。珍しい。あとここにハンガー2つだけついてます。2つって少ないね。今までのとこ最低でもね3個ずつついてるもんね。ね、テレビは結構割と最新っぽい。 YouTube も Netflix も Spotify とかいろいろ見れます。見れんじゃない？ログインしなくても多分見れると思うんだけど、 YouTube とか Netflix はさすがにログインしなきゃいけないけど、ほらこのままいける。
すごいニュージーのさすが動画が出てくるね。ベッドのサイズはキング、でもオークランドのベッドと同じぐらいだね。クイーンサイズに感じるかも、キングより。そしてベッドの下にヘアドライヤーとアイロンがありました。無事ウェリントンのホテルチェックインしました。今13度あるんですけど、ウェリントンの街ってウィンディウェリントンって言われてるぐらい風が強くって、港というか海が近いのでちょっと寒いです。13度だけど体感もうちょっと寒く感じます。だからダウン着てマフラーしてもそれでちょうどいいぐらいかなって感じです。今もう8時半近くなったので、今日はどこにも出かけず、スーパーニューワールドが、徒歩10分ちょっとのところにあるので、そこでお水とか、ちょっとしたものを買って、帰りにバス停からホテルまでの道なりでチキン屋さんがあったので、そこでチキンを買ってホテルのお部屋で食べたいと思います。明日1日だけしかウェリントン観光ないんですけど、朝からカフェ行ったり観光したりしようかなって思ってます。なんで今日はね、ホテルで過ごして明日に備えたいと思います。ニューワールドに到着しました。あんまりカウントダウン近くにないんですね。ニューワールドが一番近かったので、カウントダウンよりちょっと高いけどしょうがない。でも綺麗。キウイ買おうかな。キウイ美味しかったから食べたい。プラムも美味しいんだよ、ニュージー。タマリロって多分オークランドのジェラートで食べたアイスなんですけど、タマリロレッドとタマリロゴールドがあるんだよね。レッド食べたんだっけ。買ってみよう。食べたことないからちょっと気になるかも。ニュージーのフルーツらしいんですよね。黄色も食べてみようかな。黄色も食べてみよう。よくニュージーにいた時に飲んでたもぐもぐっていうジュースがいっぱい置いてあるので買います。あと今日途中で立ち寄った、ベーカーズっていうところのジュースもここに売ってますね、いくつか。この辺にニュージーランドのポテトチップスとかがめっちゃ売ってます。でも安いんじゃないかな。どうだろう。4.49 ドル。このシリーズ有名でめっちゃ美味しいです。サイダービネガー、これ買ってこうかな。これも気になる。クマラチップス美味しそう。でこのシリーズも気になるな。ジュースもめっちゃ種類多いね。かわいいね、パッケージが。昆布茶。ジンジャービア 2.79 だって。安くない？このシリーズが結構カフェとかレストランにジンジャービア以外で置いてあるシリーズになってます。それの缶バージョンがあるので、これを買ってお部屋で飲みたいと思います。ニュージーにいた時によく食べてたヨーグルトのシリーズがめっちゃ売ってます。懐かしい。これで 5.49 ドルとかです。この大きいサイズで。逆にこういう6個パックになってるやつとかだと 7.29 です。ニュージーランドの牛乳はこんな感じで、トリムミルク、ライト、こんな感じ、ブルーとか本当に牛乳だけで種類がめちゃくちゃあります。でもやっぱり現地の人とかは普通のブルーのレギュラーのミルクが美味しいよねって言ってます。ただなんかライトの方がよりなんていうのかな、軽い感じの味だけど、ブルーが多分定番に美味しいんだと思います。この辺にパンとか売ってます。よくこのティップトップっていうシリーズのパン買ってました。安かったから。この薄切りのやつとか。ただパンの賞味期限ってすごい短いからカビ生えちゃったりとか。これで 3.99 なんで1本入って安いよね。パンのね種類がめちゃめちゃ多いんですよね。このワッフルとかこういうバンズとか本当に多いです。あとニュージーランドの卵はこんな感じでフリーレンジエッグって書いてある卵をよく買ってました。こっちの方がちょっと高いんですけど、地元の人は放し飼いになってる鶏の卵をよく買うって言ってたので、そっちを買ってました。これで10ドルとかですね。卵7個、サイズ7で12個入りでだいたい10ドルとかです。この辺ティーだ。マヌカハニーとかあったら欲しかったな。けどないね。すごいめっちゃ種類あるね。このシリーズあったかな、ニュージーの紅茶って。マヌカハニーの紅茶あるかな。あとこのカピティっていうアイスもめっちゃ
ニュージーので美味しい。でもやっぱホーヒーポーキーのアイスないね。見つからない。本当だ。でもなんか日本でも買えそうだね、こういう感じは。なんで一個一個でなかったりさ。ここにもある。でもでかすぎる。食べたかった韓国料理のお店が閉まっちゃったのでケンタッキーにします。テイクアウェイ。これ美味しそうじゃん。アイオリツイスターめっちゃ美味しそう。これにしようかな。ランチメニューとかもあるんですけど、これとかいけんのかな。時間外でもいけるんだ。でもドリンクとポテトついてるならこっちがいいかも。チェンジセレクション。あ、すごい。アイオリスライダーこっちがいい。これにしてこれを、おー、コークゼロでいいや。あ、スプライトゼロがいい。あ、でこれでいけそう。コンプリート。プロセッサー2ペイ。あ、でタップ。見てほら、アート、落書きアートみたいな落書きめっちゃあるよ、多分ウェリントン。ここもピンつけてた、このカフェ。オーガストめっちゃ混んでんね。そう、あそこもなんか違う海外の YouTuber の人が上げてて、ちょっと行ってみたいなと思ったカフェ。今朝食を食べに、有名なカフェに向かってるんですけど、そこではフラットホワイトを飲み比べてきて、すごい地元の人でも観光客にも有名なカフェになってます。前回ウェリントンに来た時もそこに行ったんですけど、その時私フラットホワイト飲めなかったので、今回もう一回ね行って、試してみたいと思います。今ここの通りを歩いて向かってるんですけど、もうすぐキューバストリート、ウェリントンですごい有名な、観光スポットになってるんですけど、そこにぶつかるかな。ここもすごい人いっぱいいるね。このカフェもこっちの人はめっちゃ朝早く起きてカフェってから会社行くんだろうね、きっと。コーヒーマストだね。あ、本当だ。ワンピースとかある。アニメハウス。でも日本のものじゃないものもある。あ、ここだ、キューバストリート。そう、このレインボーの床、道路が目印で、向こう側からこっちにかけて続いてる道路です。またちょっと後で戻ってくる。多分お店とかまだ今朝早いから閉まってるから、また開いたら戻ってきます。見えてきました。こちらのカフェです。混んでるかな。結構いっぱいかも。待たなきゃいけないかもね。Yes. Thank you. すごくない？コーヒーメニュー。そう、ドリンクはドリンクでさ、こっちにいっぱいあるけどさ、こっちはさ、コーヒーだけだよ。すごいよね。で、この多分コーヒーテイスティングフライトっていうので、フライトオブフラットホワイトのテイスティングかな、多分。フラットホワイトの3種類飲み比べ、フリッタの飲み比べ、エスプレッソ飲み比べで、一番上がこの下の3つを飲み比べるじゃない。Is this like a three kind of flat white? Yeah, the different kind of Ah, okay. So can I get this one? Yeah. And one banana bread. bread, like heated up with butter. Yes, please. And also croissant, just a plain. Plain croissant. Yeah. Heated up with butter. Yes, please. That's all. Thank you. カウンターはこんな感じで、上にメニューがあります。エスプレッソ、フリッターコーヒー、テイスティングフライツ、コールドコーヒー、スムージー、スペシャルズ。店内はこんな感じで、あそこにシードトゥーカップっていう多分コーヒーができるまでのプロセスとかが書いてあるのかな。お店の席はこんな感じで、多くもなく少なくもなくって感じですね。Winter plan. So we only have it during the winter. It's Ah. already winter, but yeah, we still have it, but it's so almost. Okay. So it tastes like Milo, and this is our single origin. So Mhm. it tastes like very fruity. Okay. And then It's sorry. a house of blend, and so it tastes like orange and caramel. I see. When you try every single sip, it's better to
rinse your Okay, okay. So is this like a will be changed? Like a We'll change this too. Ah, We I see. definitely have it in the future as well, but these two might change. like how often do you guys change a year? I But see. this one is almost done. Yeah, done. Okay, thank you. それではザ・ハンガーの、飲み比べのフラットホワイトやっとここに戻ってきたくて、ウェリントンに来たと言っても過言ではないんですけど、まずこのボンバーっていうオリジナルブレンド、オレンジ、キャラメル、カカオニブ、これがいつも常にあるメニューって言ってました。ということでいただきます。美味しい。でこれで炭酸水で一旦口をリセットして、次がビッグコージーっていう、これは冬限定のやつで、ちょっとなんかチョコレートっぽいマイルドな感じって言ってました。違う。でもこっちの方が好きかも、オリジナルの方が。キャラメルの方あ、こっちも全然美味しいけどね。でも冬終わるからもう終わるって言ってた。だから次は多分春になるから新しいやつに変わるんだと思います。で最後がこのダイヤマンテかな。これがブラックチェリー、レッドグレープフルーツ、ハニー。これも美味しい。けどやっぱり一番最初かなが王道が一番美味しいかもしれない。やっぱり全部美味しいけどね。これが常にあるオリジナルって言ってたから、多分普通のフラットホワイトを1個だけ頼んだらこのボンバーが来るんじゃないかな。でもなんかこうやってさ、一気にさ違うコーヒーをさ同時に飲み比べることってないじゃんか。いやすごい貴重な経験。このボンバーは一番なんかクリーミーで、なんかミルクの味を感じられるから飲みやすいのかもしれない。弟が頼んだバナナブレッド、なんかローズマリーみたいなの入ってる。なんか葉っぱハーブみたいな。美味しいけどすごい変わった味。でもなんか上品な味だね。ここのクロワッサンがすごい大きくてふわふわで美味しそうだったので頼んでみました。美味しい。クロワッサンもパリパリふわふわです。弟はアイスフラットホワイト、ここではなかなか見ないアイスのコーヒーフラットホワイトバージョン飲んでみます。美味しい。なんか普通に氷が溶けてるのかもしれないけど、なんでライトなアイスコーヒーって感じ。暑い夏とかはいいかもね。ということでウェリントンに来てカフェ探してる方、ぜひここ有名なのでハンガー来てみてください。またアートを発見しました。本当にウェリントンはアートが多いですね。このカフェネオってさ、かわいい。ここめっちゃ混んでるね。すごい。どこのカフェも混んでるね。もうさ、なんかさ、ニュージーランドの人たちのさ遊び方ってさ、じゃあとりあえず朝カフェ行こうみたいな感じなんじゃないかな。あ、ここら辺なんかお土産屋さんとかが多く並んでる通り多くない？すごいお店がいっぱい並んでる。この建物もかわいい。ゴリラこの間見たね、空港で。でもここ何のお店だろうね。ネッタロングタイムカフェかな。あ、違う、レストランかな。ウィルズストリートだって。ここさ、なんかバス停がついたところとちょっと治安違くない？こっちの方がもうちょっとなんか綺麗。確かケーブルカーこの通り沿いにあった気がする。そうで、なんかここみたいな感じの場所に突如現れる。この辺はショップとなんだろう、オフィス街なのかな。ウェリントンにもこういうバス走ってるんですけど、またカードが必要なんですよね。スイカみたいな。でニュージーランドって各都市によってそのカードが違うので、それぞれの都市で買わなきゃいけないんですよ。でバス乗るときは基本そのスイカみたいなカードか現金なんですけど、現金の方が高いらしくって10ドルとかそのぐらい払って一旦カードメトロのバスとか乗れるカードを買ってで、チャージするっていう感じになるので、今回滞在も1日だからなるべく徒歩で移動したいと思います。空港とシティを行き来するバスはその辺の街のバスとはちょっと違うので、空港を行き来するバスはクレジットカードでも乗れました。ただこういうシティバスは基本クレカ使えないらしいので、現金か
その交通系カードだけになります。あ、そうだね、オールドバンクショッピングアーケード。おー、すごい。ここ見たことない気がする。記憶にないな。すごい、なんかめっちゃイギリスって感じ。なんかデパートみたいな感じかな。オールドバンクショッピングアーケード。おー、すごい。今オールドバンクアーケードの2階に来たんですけど、ここに何だろう、有名な時計がありました。しかもよく見るとキウイの絵と山と、あとヤシの木と海みたいな感じの絵ですね。なんて書いてあるんだろう。ザ・コモンシール・オブ・ザ・バンク・オブ・ニュージーランドって書いてあるよ。これホテルだ。シティライフウェリントン。上ホテルっぽくない？めっちゃリッチーね。ジェームス・クックアーケード。へー。あ、ケーブルカー乗り場来たー。そう、本当に突如こうやって現れんのよ。マジで見逃しそうじゃない？この隙間から入ってくんだよ、こっちに。やばいよね。ウールウォースとトラベルマニーニュージーランドの間を通ってケーブルカー乗り場に向かいます。本当に分かりづらいよね。言われなかったら通り過ぎてたよね。これ往復と片道であるんだよね。片道 6.5 ドル、往復12ドル。1ドル安い。うん。だからガーデンを通って歩いて降りてくる。片道乗って帰りは歩き。クレカはビザマスターメックスです。じゃあスキャン。OK。ボーディングボースウェイズ。あー、なるほど。おー、これが歴史ですね。120年なんだ。すごい。1899年。めっちゃ前後に揺れてる。到着しました。ボタニックガーデンスペースプレイスケーブルカーミュージアムっていう感じで、スペースプレイス、なんかここからね星が見えるんだよ確か。でもここを降りて右に行くとケーブルカーが見える、なんだろう、丘みたいな。こっちね、ここからケーブルカーが降りていくのが見れるのよ。めっちゃ絶景。ここがよくなんだっけ、パンフレットとかに使われる景色です。すごい綺麗。ケーブルカーミュージアム、ここは無料で入れるんですけど、懐かしい。初めて来た時ここでみんなで写真撮りましたけど、今はもう登れなくなってるってことは、ここに乗って写真撮れないってことですね。残念。かわいいウェリントンのトートバッグ見つけました。 You cannot beat Wellington or a good day っていうことで、なんかニュージーランドのウェリントンのギャグかなんかかな。ウェリントンはウィンディウェリントンって言われてて、常に風が強いので、なんかこういう系が多いです。でこれもかわいい。なんかメガネ拭きとかレンズ拭き、これもかわいい。あ、なんか書いてある。1914年にシッピーっていう人が。でもかわいい。この白とブルーの感じがかわいいね。続いてはウェリントンボタニックガーデンに行きます。ここの中を通って、下に降ります。なんで私のおすすめルートは、行きケーブルカーで登って、帰りボタニックガーデンの中をね通って
下に降りていくっていうプランが時間ある人がいいと思います。この中結構ローズガーデンだったりとかニュージーランドの植物だったりとかすごい珍しい植物とか見れたりするのでおすすめです。ニュージーランドのシダの葉っぱ木がいっぱいあります。オーストラリアンガーデンだって。こっちはオーストラリアのガーデンなんだね。こんな感じで山道を下っていく感じです。ケーブルカーで登ったから帰りがこうやって下れるのよ。だから行き先ケーブルカーで帰りこうやってガーデン通って降りるのよくない？あ、見て丘すごいウェリントンっぽい。またあったシダの葉っぱシルバーファーンって言われてんだよ。そう国の葉っぱでなんかマオリの人たちが昔道しるべ夜になると真っ暗になるからこのシルバーファーンって月の光に当たると後ろがシルバーに光るのね。それを頼りに道を作ったって言われてて、だからなんかエアニュージーとかオールブラックスのシンボルがシルバーファーンで前にしか進めないっていう意味が込められてんだって。だから道に迷ったらこの裏のシルバーを月の光に鳥なんかでかい。また珍しい見たことない鳥じゃない？なんかこの辺すごいなんか南国植物だね。ほら見てサボテン。この辺もすごい。これサボテン？アロエ？何これ？これ？サボテンだ。そうなの？すごいマジでなんかニュージーの森の中って感じ。ほら至る所にシダの葉っぱが。これもだ。これ綺麗だね。すごいいいね。天気いいからみんなピクニックしてる。この木面白い。見てねえすごい。何この木。書いてあった。ガーデンオリジナルチャイニーズサウザーマグノリア。面白いね。ディライトフルデザインズ。でもちっちゃいお花は咲いてる。かわいいチューリップ。こっちがガーデンの入り口だね。今ガーデンを降りてきたんですけど、こんな感じでこの通りアスコットストリートっていうのかな、すごいヴィンテージのお店とか街並みがめっちゃ可愛いです。なんか建物が全然違うね。他とタイムスリップしたみたいな感じ。なんかビクトリア朝のお家がいっぱいウェリントンあるんですよね。ビーチ沿いにも3階建て、しかも上に上がるまで階段登る。今ウェリントンの国会議事堂に向かってます。ウェリントンはニュージーランドの首都なんですよね。実はオークランドかと思いきや。なので政治の街ということで、すごいなんかちょっと札幌みたいじゃない？わかる？この雰囲気ウェリントンの高速道路。到着しました。ウェリントン、ニュージーランドの議会、日本でいう国会議事堂みたいな感じです。ここ通称ビーハイブっていう蜂の巣っていう意味が込められた建物がこれですね、が有名らしいです。確かに蜂の巣っぽいですね。なんか銅像とこっちにはマオリのね銅像があるので、なんか2つの文化が織り交ざっててすごいですね。ニュージーランドの国旗もいっぱいあります。この人誰なんだろう。イングランドで1845年に生まれたリチャード・ジョン・シードンさんがニュージーランドに1866年に到着してプライムミニスターだから1893年か1906年ニュージーランドの首相だった。シドニーからニュージーランドに帰ってくる途中で1906年に亡くなったってことか。こっちだけ雰囲気違うね。なんかどっかの南国のさカリブ海の国みたいじゃない？そしてマオリの口が開いてないやつとベロ出してるやつ、オークランドの空港のゲートみたいだ。本当だ。やっぱ予約制なんだね。1時間ぐらいごとって感じか。パブリックトラストホール。へー、すごい。なんかガラスのところにさマオリの絵が描いてある。そしてまた日本の NTT を発見しました。日本の企業ウェリントンにやっぱり多いですね。オーストラリアのイソップカミングスーン、オープニングスーン。ニュージーランドのイソップみたいなお店はない？だからそれが言ったトイロジーとかアンティポーズとかほら薬局とかでさ、これ絶対買って帰るって言ったやつ、
かな。あとエコストア、なんかニュージーってエコだからさ、エコに特化した国だからさ、ラップとかもさ、蜜ろうラップっていう蜂蜜でなんか固めて作ったラップとかをなんかこう何回でも使えるようにリユーザボーラップか作ったりとか、エコバッグとかもそうだし、ここファーマーズっていうのはニュージーのデパート、はいはい。ショッピングセンターみたいな、日本でいう伊勢丹的な感じかな。伊勢丹とか高島屋とか。本当はウェリントンでケミスト、日本でいう松清みたいなケミスト行きたかったんですけど、ないというか結構空港寄りで離れてるので、一旦カウントダウンウールワースに行ってどれくらいの値段で買えるかちょっと見ようと思います。あ、やばい、あった。あ、そう、あれないと思ったのに、ある、よかった。昨日 Google マップで夜調べたの、行きたかったから。けど空港のお店しか出てこなくて、そう、よかった。じゃあここ寄ってこう。ここが日本でいう松清みたいな安いドラッグストアです。イエーイ。エコストア、これが有名で、日本だったらそうコスメキッチンで売ってるんだけど多分めっちゃ高いと思う。こっちだったら11ドルだから1000円ぐらいで買えるんだよね。あとこれもね有名、なんかねオーストラリアのものもあるからさ、ニュージーのものかどうか場所を確認してから買った方がいいかも。メイドインオーストラリアだ。これとか 35% オフだよ。そうだから本当日本の松清みたいな感じで超安いの。これアンディポーズとあとトリロジー、そうここがニュージーのブランドでおすすめのやつ。ちょっと高いけどでも多分元が49ドルが37ドルとかになってるから、絶対買って帰る。前買ったのはこれのパックかな、マヌカハニーのパック。あとこれもなんか美容液みたいなのも買った気がする。ニュージーランドといったら歯磨き粉がお土産でめっちゃ有名なんですけど、このレッドシールっていう会社、これですね。このレッドシールっていう会社の、プロポリスの歯磨き粉と、ホワイトニング、あとこのグリーンっていう会社の、ホワイトニングも確かめちゃめちゃ効いた気がするので買って帰ります。一応エコストアもあります。今ケミストでお土産めっちゃ買いました。トータル195ドルですか。やばすぎ、マジで爆買いです。ケミストでめっちゃ買うとは思ったんですけど、ここまで自分が買うと思わなかったです。でもなんか本当にトリロジーとかアンティポーズとか日本で買ったら6000円とかするのがこっちだと2、3000円ぐらいで買えて、本当に半額ぐらいの値段で買えるので、つい買っちゃいました。195ドル分やばいね。ということで次はウールワースで、お菓子とかのお土産を買います。あったこれだ、これです。ポーキーフランクキッズパークっていうものかなにやってきました。ここ初めて来たかもしれない。アリーナのすぐ横の公園で、こっち側はハーバーがあるんですけど、マオリアーツミュージアムだったかながあるので、ちょっと今回そっちの方に行ってみたいと思います。ハーバーの方にやってきました。風が強い。あっちにコンテーナーとかがあります。港の方。ちなみに、おすすめの旅行プランなんですけど、ウェリントンから南島のピクトンっていう船の玄関口があるんですけど、もし時間がある人は、ウェリントンから、南島に行くときは飛行機じゃなくてピクトンまでの船に乗るのがおすすめです。本当は今回もそのルートで、ピクトンからウェリントンまで来たかったんですけど、ちょっとレンタカーの関係だったりとか日程の関係でそのルート難しかったんですけど、私が初めてニュージーランドに来たのが2017年で、その時に、ウェリントンまでピクトンから船に乗ったんですけど、その船から見たニュージーランドの景色が忘れられなくて、その瞬間で私絶対ニュージーランドに戻ってくるなと思って2019年に、ワーホリでニュージーランドに来ました。なので本当にその景色が絶景なので、もし船でね2時間半ぐらいかかるんですけど、時間がある人はぜひそのルートで、ピクトンまたは、ウェリントンに行ってほしいなと思います。弟が来たいと思ったマオリアーツギャラリー、こちらでした。すごい本当港のすぐ横なんだね。本当にマオリって感じのものいっぱいあるね。でもなんかさ、これニュージーでしか絶対買えないさ、T シャツとかパーカーあるじゃんね。
もうなんかニュージーで買ったってすぐわかるね。45分かる人ドル。が見ないと分かんない。ああ、どこのって思うか。ニュージーランドででも書いてあるよ。本当だ。ああ、そうそう、ジェードのネックレスね。ジェード。ジェード、うん。マオリのなんか。空港で引っかかってる人いた。これつけてて。あ、嘘。あへえ、そうなんだ。なんか意味が違うね、形によって。そうなんだ。しかももらうものなんですよ。あ、そうそうそう。なんかこれは海のなんか航海の怒りみたいな形だからなんとかとかハートとか、あとこのベロ出してるやつとかいろいろあるんだけど、鍵がめっちゃついてる。目の前に見えるのがテパパミュージアムです。入場料無料なんですよ。国が多分管理してるミュージアムだからかな。でここのミュージアム本当に時間結構取らないと全部見切れないぐらい見応えたっぷりのミュージアムになります。なんだろう、ニュージーランドの歴史だったりとか植物、生き物、あとマオリの文化とか歴史だと戦争系とかも結構あるかな。ウェリントンに来たら絶対外せない、ミュージアムだと思うので必ず行ってみてください。多分1時間でも足りないから2時間ぐらい、1時間半ぐらいは取った方がいいかもしれないです。まあ無料だからね、そこが気軽に入れるポイントだなと思うんですけど、確かガイドさんもつけようと思えばつけれた気がします。このテパパミュージアムのこの前の通りをずっとこう道沿いに沿っていくとあっちにビーチがあって、そこのビーチもビクトリア朝のお家とかが並んでてすごい綺麗な街並みになってます。なんかこっちの方も港でなんかね、男の人がさ飛び込もうとしてる銅像みたいなのさ YouTube で見なかった？見た。そうそう、それもこっちの方なんだよね確か。なんかウェリントンはアートの街でニュージーランドのロサンゼルスって言われてるぐらいアートとあと映画の街なので、至る所にアートの銅像だったりとか壁のウォールアートだったりとかがあります。あったね、ウェリントンのモニュメント、ウェリントンサインか。こっちもすごいビルがいっぱい、綺麗。これです、ウェリントンの絶対 YouTube とか見たら上がってくるんですけど、こういう飛び込む瞬間の銅像みたいなのが観光スポットです。そして昔ねなかったであろうウェリントンのサインがあります。すごい綺麗。今ウェリントンのモニュメントというかウェリントンって書いてあるところで写真撮ってきたんですけど、愛のところだけね抜けてて人がそこに立って写真撮れるようになってたんですよ。なのでさすがウェリントンだなって思いました。なんで新しい写真スポットとしてすごくいいなと思ったので、ぜひウェリントンに来たらサインのところに行って写真撮ってみてください。ということで続いては、テパパミュージアムに行ってきます。ということでテパパミュージアム、ミュージアムオブニュージーランド、トンガレワっていうんだね、マオリ語で。何時までだろうか。6時までだ。しかもさ英語とさマオリ語で書いてあるんだね。すごい、さすが。では入りましょう。ミュージアムエントリー、チケットインフォメーション、ストア、カフェ、ロッカー、トイレ。カフェもあるんだね。ここがストアだ。で上がミュージアムで、テパパミュージアムのロッカーの金額はこんな感じです。フロアマップ6階まである。すごいね。3階4階、そうだね、4階が結構そういう資料とかいろいろあったかもしれない。とりあえず2階のここね、戦争系のやつ、これすごいよ。でその人の表情とかがよりなんていうんだろう、繊細に。フラッシュがダメなんだ。エイプリル25、27、もうこれゆっくり見たら超時間かかるよね。もう歩きながら帰るね、そうそう。だから本当にもうこんな感じのミュージアムだよっていうのをね、なんかアメリカワシントンもこういう美術館めっちゃあるんだよね。無料だし似てるだから。次ここネイチャーだからキウイとか、そうそう自然系だった気がする。なんかニュージーランドの植物動物系だった気がする。ほら全然雰囲気違うよね。ケアモアだっけ。これさ英語とさマオリ語で書いてあるからさ、どっちもローマ字だからなんか探すの大変。クイーンズタウンでいっぱいいたね。
サザンブラウンキウイ。へえ、知らなかった。キウイでも5種類もキウイいるんだね。でも確かにちょっとなんか毛並みというか色とかが違うね、キウイでも。これあれだわ、なんだっけ、プケコ。これもニュージーランドの鳥なんだよね。フィヨルドランドフォレストだから、あれだ、見たやつだ。そうそう、ミルフォーサウンドで見たやつだ。こいつのチビを見たの。そうだ、そうかもね。すごい、何ここ、鳥？へえ、あ、なるほどね。この鳥はこの卵だよみたいなことか。あ、すごい、なんか光った。ニュージーランドは鳥がね、有名だから。あ、キア。あ、この鳴き声だったね。かわいい。これケアって言うんですけど、こっちの人キアって呼ぶんだよね。あこれだったね。確かにトゥイついてやる。トゥイっていうのかも。この鳥めっちゃ見たね。なんか前来た時こんなツリーハウスなんてあった記憶がないんですけど、すごーい。なんか休憩スペース。そうだね、こっちは火山だね。ニュージーランド火山の国だからね。だから地震があるんだよ。あそうだから温泉もあるし、日本とニュージーつながってるからね。日本で地震があったらニュージーランドでも地震あるし、これ日本のプレートでニュージーランドがこれだこれだ。あ、だからこの線に辿っていくと、そうだね。だからクライストチャーチでも大きい地震あったしね。あ、そうそうそう、地震体験できるやつ。やだね地震なんて経験したくないよね。すごい、ここも多分なかった前。なんかゲームしてるもんね。あとこれはなんか水の中の生物って感じだね。イカ、トルマリン漬けしてるイカ。ホルマリン。なんて言った？ホルマリン。やば、ホルマリン漬けわあ、すごい。これニュージーの全部じゃない？ウェリントンだけじゃない気がする。あ、クライストチャーチとかもあるし。すごい、ニュージーランドの全部のハガキだ。ここはなんかそう、マオリの歴史の場所だったかな。これがマオリの人たちが乗ってた船だよ。船にさ、こういう彫刻をなんか昔どうやって作ってたんだろうって思うぐらいすごい。本当に1820年から1840年ぐらいって書いてある。あ、ほら、こういう風に漕いでた。あ、ここ覚えてるわ。ここめっちゃ綺麗なんだよ。ほら、すごいよね。テパパミュージアムの中の、お土産屋さんでこんな素敵なアート見つけました。しかもこれめっちゃ安いんですよね。59ドルで買えます。ただ持って帰るの超大変ですね。でもこれとかかわいいね。ほら、めちゃめちゃかわいいトラベルタグ、ラゲージタグ見つけました。ウェリントン、オークランド、クイーンズタウン、ダニーデン、ネイピアかな。あ、下に書いてあった。クライストチャーチ、ネルソン。めっちゃかわいい。色合いはこのネイビーのクイーンズタウンが好きなんですけど、でも本当にどれも超かわいいです。はい、ということで今テパパミュージアム見に行ってきました。広すぎてやっぱり1時間で駆け足で見たんですけど、やっぱりね、ゆっくり楽しむってなると最低でも2時間、駆け足だったら1時間で行けるかなっていう感じです。でも本当にニュージーランドの歴史、マオリの歴史とかがね、いっぱいミュージアムの中に無料で全部見れちゃうので、本当に見応えたっぷりです。なんでウェリントンに来たらぜひテパパミュージアム行ってみてください。ミュージアムの中の様子は、ちょっとだけお見せしたと思うんですけど、ぜひ自分の足でね、行ってみて楽しんでいただければと思います。ということで次はキューバストリートに行ってきます。If I say that I love you every day. キューバストリートやってきました。朝ここちょっと通りすがったんですけど、街の雰囲気こんな感じです。ここがウェリントンで有名な観光スポットの一つです。お店が両サイドに立ち並んでる感じの場所になってます。これキューバストリートの一応シンボルになってる、なんかなんだろう、噴水じゃなくて水が落ちてくるやつです。ウェリントン、なんだろうね、めっちゃいい匂いするよ。すごい。あ、お香とかある。かわいい。
お香立てじゃん。めっちゃおしゃれだ。これは何？キャンドル？なんだ？スキンクリーム。へー、バスソルトとかだね。ルームフレグランスとかもある。ほら、これはボディウォッシュ。これアロマか。すごい匂い。こういうお茶が作れるからじゃない？セージとか。へー、お茶もあるんだ。これがテイスティングじゃない？ミルクチョコレートヘーゼルナッツいただきます。美味しい。Thank you。いただきました。炭酸水だ。美味しい。キューバストリートにある、レストランフロリディタスかなっていうお店に夜ご飯食べに来ました。予約してないんですけど入れるかな。カフェ&レストランで前に来た時も私ここでランチ食べた記憶があるんですけど、何頼んだかあんまり覚えてないです。ということで入ってみましょう。開いてそうだね。Table for two? No. ディナーメニューはこんな感じで、私はこのローステッドチキンリゾットで、弟はこのラムを頼みました。これがデザートメニューと、下はワインですね。デザートはこんな感じなんですけど、ちょっと食べたいデザートはなかったので、アイス屋さんでホーキーポーキーのアイスを探しに行ってみたいと思います。続いてこちらのアイス屋さんはウェリントンで有名なアイス屋さんらしくて、ちょっとホーキーポーキーあるか探してみます。ホーキーポーキーないね。ないじゃん。あ、でもゴールデンキウイフルーツがある。フルシナモンヨーグルト。美味しそう。もう一つ有名なダックアイランドアイスクリーム、ここも人気なんですよね。こっちはなんかそう可愛いよね。ビーガンとかそういう感じだった気がするんだよね。じゃあホーキーポーキーないんじゃない？わかんない。どうだ。おー、ないかもね。味噌だって。あ、ピジョアだ。ピジョアはフルーツ、なんかライムみたいなやつ。でもすごいね。ゴールデンアワーとか取ってるんだ。なんでホーキーポーキーないの？ないよね。悲しい。ホーキーポーキーアイスがなかったので、ニュージーランドのフルーツのフィジュアのアイスを頼みました。ここのお店有名なのでぜひ来てみてください。いただきます。ニュージーランドのフルーツフィジュア、つぶつぶの果肉みたいなのが入っててめっちゃ美味しいです。ここのアイス屋さん、前回4年前に来た時もウェリントンに住んでる友達がここのアイス屋さん有名だよって教えてくれて、ショーとかも結構いろいろ取ってるお店なので、ジェラートアイス食べたいなって思ってる人はぜひ来てみてください。特にフィジョは美味しいです。キウイ、ゴールデンキウイも美味しかったです。明日空港に戻るんですけど、時刻表をチェックしに来ました。エアポートエクスプレスウェリントンからエアポートまで、明日は、サンデー、これだ、5時始発、6時、1時間に1本くらいしかないじゃん。6時39分発に乗らないと帰れない。今ニューワールドで買い物終わりました。今回のニュージーランドの旅行最後の買い物でした。足りないものを追加する買い物だったんですけど、今回ニューワールドを改めて行って、で今日の日中にカウントダウンも行って、ウルワースか行って思ったんですけど、基本的にコスメとかスキンケア商品とか歯磨き粉とかはウェアハウスの方が全然安かったんですけど、飲み物とかチョコレートとかそういうのはセールやってたりするので、ニューワールドの方が高いイメージあったけど、意外とそっちの方が安いものもありました。なんで見比べる時間がある人はどっちも行って買うのがいいかもしれないですけど、ニューワールドの方が高いって思ってたから、私はウールワースの方が安いかなって思ってたけど、意外とそうでもなかったので、今回いい学びでした。
はようございます。ウェリントン3日目の朝です。空港行きのバス停に到着しました。こういう感じでウェリントンはトゥエアポートっていう風にこの電光掲示板の下にサインが書いてあるのですごくわかりやすいです。で、時刻表もここにちゃんと載ってるので、ウェリントンに来た際は空港までの行き方はそんなに難しくないと思います。バスが来ました。エアポートエクスプレス。ちなみに朝の、6時台はシティから空港まで20分で来ました。だからまあ一応27分って書いてあったんですけど、余裕を持って早めに来ました。今からチェックインして、オークランドに向かいます。さすがウェリントンの空港ということでドラゴンみたいなのがいます。ウェリントンの空港にはこうやっていろいろな、映画のモニュメントというか飾りというか置いてあります。これはね初めて見ました。あ、ここに映画の名前書いてあった。今年の10月にやる映画ドクター WHO。 美味しそう。レモンラズベリーピスタチオめっちゃ美味しそうだけど、ストロベリーレモンカードも美味しそう。食べたい。Hi, can I have a lemon raspberry pistachio? For takeaway? Yes. 美味しそうだったのでドーナツ買いました。ストロベリー、レモンピスタチオだったかな。これで8ドルです。高い。あ、飲み物とかも売ってます。ウェリントンの空港にもベスターグリーがありました。大好きなベスターグリー食べたい。無事チェックインできました。空港着きました。このフリーエアポートターミナルトランスファーバスに乗って国際線に移動したいと思います。何分おきに出てるんだろうね。あれかな、エアポートって書いてあるやつ。歩いても行けるらしいんですけど、歩いたら結構時間かかるっぽいんですよね。パーク&ライドデパーチャーエブリ10 minutes ということで、これじゃない？緑のやつ。インターナショナル&ドメスティック。10分に1本なんだね。じゃあ結構な本数で出てるかも。よかった。時間に余裕は持ってるんですけど。赤で上がんない。やばすぎ。今8分なので、こっから何分ぐらいで着くでしょう。国際線ターミナルの、バス停到着しました。シャトルバスで3分で到着しました。歩いたら確かに結構あるなと思ったんですけど、バスが来るのを待ってられなくて間に合わなかったら歩く人たちもいるそうです。でも10分に1本だからね、時間に余裕があれば待って乗った方が全然楽です。で、あそこにオークランドのシティに行くバスはEっていうところからバスが出発するそうです。待って、AT ホップあるじゃん。ここは買うだけか。インターナショナルターミナルすごい周り工事してますね。来た時も思ったけど